こはガタピシ横丁。今日はこの横丁で出会った5つの不思議な店の物語を紡いでいこう。ここはガタピシ横丁。誰もが知っているはずなのに、知らない顔をして通り過ぎる不思議な通りじゃ。その日わしは一つの店の前で足を止めた。今日は古時計屋の話をしよう。古時計屋。壁一面に時計を飾っている店だと聞いた。けれど、扉の向こうからは音一つしなかった。中には誰もいなかった。時計は全部止まっていた。時間さえ息を潜めているようだった。カウンターに1枚の紙切れ。1時間100円。未来に進むか、過去に戻るか。わしは過去という言葉につい手を伸ばした。音が戻ってきた。店主がせわしなく時計を直していた。止まっていた針が一斉に息を吹き返す。まるで時間そのものが目を打っているみたいだった。気づけば店主はいなかった。店の音も光も全部消えていた。ただ、紙切れの言葉だけが変わっていた。2度目のご利用はできません。わしはあの時、ほんの少しだけ過去に触れた。そして気づいたんだ。時は戻せる。あの頃に戻りたいと思うなら、今を失う覚悟がいる。ここはガタピシ横丁。懐かしいのになぜか知らない風景みたいな、そんな不思議な通りだ。その日わしは一つの店の前で足を止めた。今日は駄菓子屋の話をしよう。駄菓子屋ののれんには子供が殴り書きしたみたいな棒菓子法の文字と粂玉の絵がゆらりと揺れていた。外から見ればごく普通の駄菓子屋だ。けれど開き戸の向こうだけは空気がぴったりと止まっているような静けさだった。わしはそっと開き戸を押した。ゆっくりときしむ音がして、店内の空気がこちらに流れ込んできた。店内には誰もいなかった。棚いっぱいの飴玉やお菓子だけが時間の残りがみたいに静かに光っていた。色とりどりの飴玉、ラムネ瓶、古いおもちゃ、どれも触れれば崩れてしまいそうなほど静かだった。その時、壁の一枚の張り紙が目に入った。一つだけ変える。代わりに一つだけ忘れる。忘れる？その言葉が胸の奥に引っかかった。棚には古いガラス瓶がずらりと並んでいた。どれも昔の色合いのまま、ぎっしりと飴玉が詰まっている。だが、その手前に、一つだけ瓶にも入らず、無造作に置かれた飴玉があった。誰かが落として、そのままにしたような。けれど、どこか気配だけが残っているような飴玉。わしは気づけばその飴玉に手を伸ばしていた。飴玉は古いセロハンに包まれ、端が少しほつれていた。指先で持ち上げた瞬間、周りの空気がスンと細く揺れた気がした。
飴玉をそっと口へ運んだ。飴玉が舌に触れた刹那、景色はふっとほどけた。甘さが広がると同時に、胸の奥のどこかがキュッと締め付けられた。それは、忘れていたあの頃のわしの味だった。一瞬だけ棚の飴玉たちが輝いた。子供の頃の笑い声が遠くで響いた気がした。けれど、その色はすぐに薄れてゆき、胸の温かさだけが残った。気づけば、店はまた静かだった。手にも口にも飴玉は残っていなかった。壁の張り紙だけがさっきとは違う言葉になっていた。一つ忘れていただきました。ありがとうございました。何を忘れたのか、もう思い出せない。でも、それでいいんだ。ここは、そういう場所だから。ここは、片菱横丁。歩くたびに胸の奥がそっと揺れる。忘れていた気持ちが、不意に顔を覗かせる。そんな通りだ。その日わしは、古びたレンズが並ぶ小さな店の前で足を止めた。今日は、その写真館の話をしよう。店の看板には、薄れて読めない文字がわずかに残っていた。入り口のガラスは白く曇り、中の様子はほとんど見えない。扉越しに覗くと、店の奥だけがぼんやりと明るく、まるで誰かがわしを待っているようだった。静かにドアを開けると、古いベルが、チリンと小さくなった。中に入ると、レンズの奥から淡い光がにじむ大きな古いカメラが一台。作業台には古いカメラや額縁が無造作に積まれていた。その中に一枚だけ張り紙が混ざっていた。撮影は一度だけ。映るのはあなたが置いてきたもの。わしが試しに椅子に座ると、誰も触ってもいないのに、カシャンとレンズが勝手に閉じた。そして現れたのは、わしが忘れていた子供の頃のとある瞬間。夕暮れの帰り道、言えなかったまた明日。取り戻せない何か。写真は美しいのに、どこか寂しかった。ふっと風が吹いた。わしの手にあった写真が、一人でにきらめき、光の粒となって静かに溶けていく。同時に、店の光もすっと消えた。気づけばわしは、路地に立っていた。写真館は跡形もなかった。手には何も残っていない。けれど、胸の奥だけが、なぜか暖かかった。写真は消える。でも思い出は消えない。映らない瞬間こそが、一番大切だったりするんだ。ここは、片菱横丁。捨てられて願いが、そっと息をしている。そんな不思議な通りだ。その日わしは、一つの店にたどり着いた。今日は、玩具修理屋の話をしよう。どこか寂しい絵の店構え。曇ったガラス越しに、壊れた玩具たちが、じっと迎えを待っている。店の奥には静かに灯る明かり。ギアとバネで埋もれた作業台。その奥に作業台の上で横たわるロボットがいた。ロボットは動かない。左腕が壊れていた。
けれど、不思議と壊れているというより、誰かを守り抜いた、みたいな表情をしていた。店主は小さくつぶやいた。この子は守りたかったんだ、壊れるまで。そう言って、ロボットにそっと手を伸ばした。ロボットの傍らには、小さな心臓のような歯車があった。店主は何も言わず、それをそっとはめた。時間が静かに脈を打った。音もなく、ロボットはゆっくりと立ち上がった。その瞳には、まだ誰かを守りたい光が宿っていた。壊れることは弱さじゃない。誰かを守った証なんだ。ここはガタピシ横丁。言葉にならない気持ちがそっと色づく。そんな不思議な通りだ。その日わしは古い看板のかかった店の前で足を止めた。今日は文房具屋の話をしよう。薄暗い路地にひっそり佇む文房具屋。くすんだガラス越しに淡い色の紙や鉛筆が並んでいる。どこか寂しげで、どこか優しい佇まいだった。古い引き戸を開けると、棚いっぱいの紙とインク。そして、色とりどりの鉛筆が並んでいた。けれど、どこを見ても店主の姿はなかった。棚の奥に、一本だけ他とは違う雰囲気の鉛筆があった。くすんでいるようで、どこか光っているような。まるで誰かの気持ちが宿っているみたいだった。わしはそっとそれを手に取った。試しに紙の上へすっと線を引く。その瞬間、鉛筆の色はゆっくりと変わった。滲むような青。あの日の寂しさ。温かい代々、誰かに助けられた記憶。忘れていた気持ちが、一つ一つ色で蘇る。けれど、今のわしには、どの色も少し眩しすぎた。ふっと風が動いた気がした。手にした鉛筆が、ゆっくりと色を変え始めた。深い赤。まるで、わしの気持ちがそのまま色になったみたいだった。けれど、その色の意味を教えてくれるはずの店主は、どこにもいなかった。気づけばわしは、鉛筆を棚へそっと戻していた。色はいつの間にか、元にくすんだ色に戻っていた。けれど、胸の奥には一つだけ、淡い色が静かに残っていた。心にしまい込んでいった色が、ようやく顔を出したのかもしれない。心の色は、嘘をつかない。隠していた気持ちほど、強く滲むものだ。